皆さんこんにちは、ミミチャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は5月6月リクエストの夏用ビスチェを編んでいきます。つなぎながら編めるのでサクサク編めて、夏用に涼しげな透かし編みの可愛いビスチェができたので、ぜひお好きな色で編んでみてください。材料はこちらです。ケイト・ピエロのコットンニート S を使用します。かぎ針は6号針を使用します。今回身幅に関してはフリーサイズという感じでワンサイズになります。肩から裾までの丈の長さは2タイプ用意しました。今っぽ短め丈とお腹がすっぽり隠れる長め丈です。サイズ調整したい方は毛糸の太さ、かぎ針の大きさを変更していただけたらと思います。毛糸を何玉使用したかは概要欄と動画の最後にお伝えします。それからハサミ、とじ針、必要な方は段数マーカーをご準備ください。それでは早速編んでいきましょう。編み方の手順はこちらの通りです。つなぎながら編む透かし模様のお花モチーフの編み方は概要欄のリンクからご覧いただけます。短め丈のモチーフの配置はこちらの通りです。長め丈のモチーフの配置はこちらの通りです。この動画ではお腹すっぽり丈のタイプのモチーフを使ってご説明していきます。三角のモチーフを編み入れる場所については先ほどの画像をご参考にしてください。四角いモチーフ同様3段目を編む時につなげながら編んでいきます。では三角のモチーフの編み方です。針に糸をかけて一度引き締めておきます。鎖編みを4目編みます。1、2、3、4目。4目編めたら1目目に針を刺して糸端を右側に移動したらこのまま引き抜き編みです。輪っかを作ります。1段目、鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3目。鎖3目で立ち上がったらさらに鎖編みを1目編みます。鎖1つ。そしたら今作った輪っかの中に長編みを編んでいきます。針に糸をかけて輪の中に針を入れたらこちらの糸端は針の上に置いて編みくるんでいくと糸処理が楽です。引き出して3本針に糸がかかった状態で左側2本引き抜く、さらに2本引き抜く長編みです。長編み1つ編めたら鎖編みを1つです。鎖編み1つ編めたらまた長編みです。2つ目の長編み、鎖編み1つと長編み1目というのを6回繰り返していきます。最後長編みを編んだら編みくるんできた糸端をギュッと引っ張って真ん中の輪っかを縮めておきます。1段目ができました。では2段目、編み地を返して最後の長編みの前に編んだ鎖編みのスペース、ここです。ここに針を入れます。このまま引き抜き編みをして針を移動させます。ここから2段目を編んでいきます。鎖編み2目で立ち上がります。1、2。そしたら四角のモチーフと同じように玉編みです。針に糸をかけてスペースに針を入れたら引き出して3本糸がかかった状態で左側2本だけを引き抜いて針に2本糸がかかったままもう一度長編みです。針に糸をかけてスペースに針を入れたら引き出して針に4本糸がかかった状態で左側2本だけを引き抜いて最後3本を一気に引き抜きます。マーカーが必要な方はこの玉編み、最初の玉編みの目にマーカーをしておきます。そしたら鎖編み3目、1、2、3目。次からも1段目の鎖1目のスペースに編み入れていきます。長編み3目の玉編みです。針に糸かけてスペースに針入れたら引き出して左2本引き抜く。このままもう一度針に糸をかけて同じスペースに針を入れて引き出して左側2本引き抜く。もう一度です。針に糸をかけて同じスペースに針入れて引き出して左2本引き抜く。最後針に4本糸がかかっていますがこちらを一気に引き抜きます。そしたら鎖編み3目です。1、2、3。この編み方を繰り返して全部で玉編みが6個できるように編んでいきます。
2段目全部で12345個の玉編みできました。では次編み地を返して3段目です。この3段目からつなぎながら編んでいきます。こちらもうつなぎ合わせている場所になります。では次ここにつなげていきたいと思います。2段目編み終わった後、編み地を返して鎖編みを4目編みます。1、2、3、4目。鎖編みが4目編めたら、この段階でつなげたいモチーフが1、2、3個あるのですが、まずはこちらの辺の角、鎖5目してある場所です。ここに編み入れていきます。鎖5目してあるスペース。ここに細編みです。細編み。細編みが編めたら鎖編みを2目編みます。1、2。2目編めたら三角のモチーフに戻ってきます。立ち上がりの鎖4目を編んだその隣の鎖3目のスペース。ここに長編みです。スペースに針を入れて長編み。長編みを1つ。編めたら鎖編みを1つ編んで、つなげたい四角いモチーフの次は鎖3目のスペース、ここです。先ほど細編みを編み入れた鎖5目のスペースの隣の鎖3目のスペース。ここに針を入れて、細編みを1つ、鎖編み1つです。そしたら三角のモチーフに戻ってきて、先ほど長編みを編み入れた鎖3目のスペースにもう一度長編みです。これをもう一度繰り返します。隣の鎖3目のスペースでもう一度繰り返します。針に糸かけて隣の鎖3目のスペースにまず長編みを1つ、鎖編み1つ編みます。そしたらつなげたいモチーフの隣の鎖3目のスペース、ここに針を入れて細編みを1つです。細編み1目編めたら鎖編みを1つ編んで三角のモチーフに戻ってきます。先ほど長編みを編み入れた鎖3目のスペースにもう一度長編みを1つです。そしたら次は今モチーフ1枚目の角から編み始めて2つスペースに細編みを編み入れているので、次が最後の角になります。この最後の角を編む時に真ん中のモチーフのこの鎖5目のスペースは飛ばして、次のこちらのモチーフの鎖5目のスペース、こことここを一気につなげていきます。その後こちら側に向かって三角をすべて編み付けていきます。では三角モチーフの方の鎖3目のスペース、隣の鎖3目のスペースにまずは長編みを1つ。そしたら角は鎖編み2目です。1、2目編んで、まずは右側のモチーフの鎖5目のスペース、ここです。ここに針を入れて細編みを1つ。細編み1つ編めたら、このまま先ほどお伝えしたように反対側のモチーフの鎖5目のスペース、ここに針を入れて細編みを1つ。連続で細編みが2目編めたら鎖編みを2つです。1、2。鎖編み2目編んで三角モチーフに戻ってきます。先ほど長編みを編み入れた鎖3目のスペースに戻ってもう一度長編みです。これで三角のてっぺんが編めました。そしたらこのまま2枚目のモチーフを編み付けていきます。では三角モチーフの隣の鎖3目のスペースに長編みを1つ、鎖編み1つ編んだら、先ほど編み入れた鎖5目の隣の鎖3目のスペース、ここに細編みを1つ、鎖編み1つ編みます。そしたら三角モチーフに戻って長編みを編み入れた鎖3目のスペースに長編みを1つ。では隣、三角モチーフの隣の鎖3目のスペースにも長編みを1つ編んで鎖編み1つして、もう一度四角いモチーフの
先ほど細編みを編んだ隣の鎖3目のスペース、ここに細編みを1つ、鎖編み1つ編みます。三角モチーフに戻って、先ほど長編み編み入れた鎖3目のスペースにもう一度長編みです。長編み編めたらこのまま鎖編みを2目編みます。1、2、鎖編み2目編めたら四角いモチーフの方の最後の角、鎖5目のスペースに針を入れて細編みを1つします。そしたら鎖編みを4目です。1、2、3、4目編んで、三角モチーフの2段目の最初の頭、ここに引き抜き編みです。マーカーをしておいたのはこのためです。2段目の最初の目に引き抜き編み、引き抜き編みができたら一度鎖編みをしてから糸処理できる分だけ残して糸カットです。これで四角いモチーフとつなぎながら三角部分が編めました。三角のモチーフはすべてこのように編んでいきます。編む場所に関しては先ほどの画像をご覧ください。それでは三角モチーフすべてこのように編んでいきます。はい、すべて三角のモチーフ編んできました。下の部分に1、2、3、4、5、6、7個と上、こちら後ろ身ごろになりますが、ここに1つ同じ編み方で編んでいます。で、この状態でちょっとね、このつなぎ合わせた部分がポコポコっと出ているのが気になるかなとは思うのですが、後でアイロンしたら綺麗になりますので安心してください。では筒状にしていきます。画像で説明した通り、1列目、2列目、3列目の三角部分はつなぎながら、反対側とつなぎながら編みますよということをお伝えした通りです。表を外側にして半分にします。このお山になっているところとお山になっているところを合わせて半分にしていただいて、で1列目の3枚目と2列目の4枚目のモチーフ、それから3列目の三角部分で反対側のモチーフとつなぎながら編んでいきます。ちなみにこの三角部分のモチーフですが、糸端、今糸処理してしまっても構いませんが、裾を編む時だったりお胸部分編む時に編みくるみながら糸処理もできますので、そのままでも大丈夫です。それではつなぎながら編む方法で、1列目のまずは3枚目、こことここ、そして反対側のこことここ、つなぎ方は同じになります。ちょっと一度一緒にやっていきます。まず3段目、鎖1、2、3。詳しいつなぎ方はね、前回の動画でご覧ください。で、まずこの表側の1列目、ここをつなげていきます。角から。一遍つなげたら、この1列目の角からまたつなげていきます。で、この1列目、こうですね、ここが1列目なんですが、その3枚目のここの角につなげる時と一緒に、この最後の列のこの角もつなげていっちゃいます。なので今ここが真ん中で、これ後ろ身ごろ、こっちが表、お山部分が2箇所っていう感じで半分に折っていますが、ちょっとこれをこんな感じでつなげていこうかなと思います。今ここに1列目の3枚目つなげていますが、これを一番最後のここです。ここにピタッと最後の列の1、2、3枚目、ここにしたいので、まずはここですね、角、鎖5目のスペースに細編みを編み入れたら、そのまま反対側のここに、この辺
の鎖5目のスペースに細編み1つで鎖2目。この角と角のつなげ方はね、いつもと同じですが、ここにすっぽり入るように。では、このままね、この辺を編んでいきます。そしたらまた角になったので、この辺のここの角、鎖5目と次のここですね、このモチーフにつなげていきます。なので鎖5目のスペースに細編みしたら、そのままもう1枚のモチーフの角の鎖5目のスペースに細編み、またそのままこの辺を編んでいきます。最後引き抜いて糸処理する時に、今つなげているモチーフのこの4目めにも一緒に糸を通していきます。たらとじ針に通していただいて、最後ね、いつもだったら123、4目め、ここに針を通して、このまま最後の長編みに戻るのですが、つなげてきたもう一方のモチーフ、こちらにも針を通します。で、鎖編みの123目めに針を通して、これで最後の長編みの頭、最後に編んだ長編みの頭、向こう1本と裏側、ここに針を通します。あとは裏側で糸処理です。糸処理はいつもと同じになりますので省略します。はい、今ここをつなぎました。で、しっかり半分にすると、ここが前身頃のお山で、こちら側後ろになります。で、今編んだのがこれですね。これで筒状になりました。1列目の1、2、3枚目が裏側のモチーフとつなげてこれて筒状になっています。では同じようにこちら2列目の1、2、3、4枚目を編んでいきます。はい、こことここつなげながら編んできました。では前身頃の真ん中を折るようにしていただけると、この横っちょの最後三角部分が出てきますので、ここ三角モチーフの編み方で編んでいただきます。はい、三角モチーフこちらもつなげて前と後ろつながりました。では元に戻して、このね上にも三角モチーフ編んだ方が後ろ身頃になります。こちらが前。これでしっかり筒状になりました。ここで一度スチームアイロンをかけてきれいにしておきます。その後でこちらのねお胸部分、上の部分ですねとストラップ、肩紐、そして裾を編んで完成になります。この3点の編み方については丈短めタイプもお腹すっぽり丈タイプも同じ編み方になります。ではスチームアイロンしていきます。では上の胸部分ですね、編んでいきます。どこから編み始めるかというと、前身頃 V の字になっていますが、このモチーフの1枚目、ここ鎖5目した角になります。その隣の鎖3目のスペースがあって、さらにその隣の鎖3目のスペース、ここから編み始めていきます。新しく糸を出してきたら裏側で糸端を押さえておいて、この鎖3目のスペースから糸を引き出します。1段目です。鎖編み1つで立ち上がったら同じスペースに針を戻して、この糸端は針の上に置いて編みくるんでいって糸処理をしておきます。このまま細編みです。すくって引き出して2本一気に引き抜きます。こちら最初の目になるので、不安な方はマーカーをしておくと便利です。ではこのスペースにあと2目細編みを編んでいきます。合計で3目細編みが編み入れられます。鎖3目のスペースに針入れて引き出して細編み2つ目、
また同じスペースに針を入れて引き出して細編み3目細編みが編めました。モチーフ見ていただくと長編みが2目続いています。この長編みの頭を拾って2目一度していきます。まずは鎖3目の隣の長編み、ここに針を入れて糸端はもうしばらく針の上に置いておきます。引き出して2本針に糸がかかった状態でそのまま隣の長編みの頭、ここは実は長編みではなくってこの鎖3目の立ち上がりでチェーンつなぎしたところになるのですが、チェーンつなぎしてあるのでこのままこの目のようになっているところですね、これを拾います。なので特にこの鎖3目の立ち上がりは気にせず編めるようになっています。次の目にも針を入れたら引き出して針に3本糸がかかった状態でこのまま3本一気に引き抜きます。減らし目です。鎖3目のスペースの中には細編みを3目、長編みの頭は2目一度押していきます。では次ですが、次は角になります。鎖5目してあるところです。まずはこの鎖5目してあるスペース、ここに細編みを3目編みます。1、2、3、1枚目のモチーフの角、ここが細編み3目編み入れられたら、次2枚目のモチーフに行きたいのですが、2枚目のモチーフと1枚目のモチーフをつなげているこの細編み、ここのスペースに針を入れて2枚目のモチーフに行く前にここに1つ細編みを編み入れます。1つ細編み、そしたら次2枚目のモチーフに来たので、この角、鎖5目編んでいるこの角には細編み3目です。1、2、3目、細編みが3目編めたら長編みの頭は拾って2目一度するというのを続けていきます。長編みの頭拾って引き出して2本針に糸がかかった状態で次の長編みの頭に針を入れて引き出す。3本一気に引き抜きます。2目一度。そしたらまた次は鎖3目の場所になるので、この鎖3目のところには細編みを3目です。2、3。では繰り返しです。長編みの頭、次の長編みの頭とさらに隣の長編みの頭、ここは2目一度です。3本一気に引き抜く。そしたら次鎖3目のスペースなので、ここには細編みを3目です。2、3。また長編みの頭、ここで2目一度です。次は2枚目のモチーフのこの角の部分に来ました。まず鎖5目のここのスペースには細編みを3目です。1、2、3。で2枚目のモチーフまでここね角編めたら、前身ごろ部分ですがこのような V の字のところに来ています。そうすると1、2、3枚のモチーフが接している部分になっています。なのでここは3目一度します。先ほど1枚目と2枚目の間の細編みのところ、ここも拾って細編みを入れましたが、それと同じようにしていきます。まず1枚目の鎖5目のこのスペース、ここに今細編み3目を編み入れたので、次のモチーフをつなげてる細編み、ここです。ここにまず1つ、そして2枚目のモチーフの鎖編み5目のところ、そしてさらにこちらのモチーフにつなげている鎖5目のスペースの手前のこの細編み、ここを3つ、1、2、3箇所拾って3目一度していきます。まずはこの細編みを拾って1つ、そしたら2枚目のモチーフの鎖5目のスペースを拾って2つ、そしたら次のモチーフの鎖5目はここですが、つなげている細編みの部分、ここです。ここを拾ってもう一度。これで3目一度です。針に4本糸がかかった状態で一気に引き抜きます。そしたらちょっとここね、今減らし目をしたところになるので、減らし目をした目、ここにちょっと分かりやすいようにマーカーをしておきます。
ここ V の字の真ん中ができたので、次からのモチーフに入っていきます。編み方は同じになります。角のスペース、鎖5目のところには細編みを1、2、3目3目編めたら、長編みが続いているところは長編みの頭を拾って2目一度です。次、鎖編み3目のスペースには細編みを3目、2、3、長編み2目続いているところ、ここは長編みの頭を拾って2目一度です。また鎖3目のスペース、1、2、3、細編み3目、長編み2目続いているところ、ここには2目一度。次、角です。鎖5目のところ、ここにはまず細編みを3目、2、3、1枚モチーフが編めたら、次のモチーフ鎖5目がここになりますが、その手前の細編みで編みつけている部分、この細編みを拾って細編み1つ、つなぎ合わせた細編みに1つ細編みが編めたら、もう1枚のモチーフを同じように編んでいきます。ここまで編めたら、どこともつなげていないモチーフの角が来ました。ここは肩紐をつける部分になります。まだ肩紐はつけないのですが、この鎖5目のスペースに細編みを5目編み入れます。1、2、3で、3目目にマーカーをしておきます。4、5、鎖5目のスペースに細編みを5目編めました。それではちょっとね、今編みづらいので、ここ前身頃ですが、側面を向くような形で編みやすいように編み地をずらして、ここからまた同じように編んでいきます。長編みが2目続いているところなので、次2目一度です。次は鎖3目のスペースになるので、ここに細編みを3つ、また長編み2目続いているところには2目一度、鎖3目のスペースには細編みを3つ、長編み2目続いているところは長編みの頭を拾って2目一度、角鎖5目のところにはまず細編みを3目、1枚のモチーフが編み終わったら、次のモチーフ鎖5目編んで細編みでつなげているところ、この細編みを拾うように細編み1つ編んでから次のモチーフに行きます。鎖5目の中、ここに細編み3つです。ではこの編み方で、この側面の V の部分も先ほどと同じようにダーッと編んでいきます。ただ後ろ身ごろのこの V ではなく三角モチーフを編み入れてあるところがあるので、その部分はまたご説明します。なのでそのちょっと手前ぐらいまでは先ほどと同じようにずっと編んでいきます。先ほどの脇の部分からダーッと同じように編んできて、肩紐をつけるところも鎖5目の中に細編みを5目編み入れて3目目にマーカーをしています。これが先ほどの前身ごろの方です。で、後ろ身ごろ1つ目のモチーフ、そのまま同じように編んできたら、この前身ごろと違うところです。編み方特に変わりはないのですが、この三角モチーフということで、1枚、2枚、三角モチーフの3枚、こちらをつなげていきます。で、どこをつなげるかというと、先ほどの V のここと同じようにつなげていきます。3目一度です。まず1枚目と2枚目の鎖5目を編みながらつないでいるここの細編み、ここに1つと2枚目のモチーフ、これですね、2枚目のモチーフの鎖5目のスペース、これです。ここに1つと、そしたら次3枚目三角モチーフです。2枚目のモチーフとつなぎ合わせた時に使った細編みです。この細編みの柱を拾うように、細編みの柱拾うようにして、1,2,3,4本針に糸がかかった状態で3目一度です。
でまたここ減らし目したところは次の段編みやすいようにマーカーをしておきます。そしたら次この三角モチーフに入っていきます。まずは鎖編み4目です。ここ下ところスペースですね。ここに細編み4目です。1、2、3、4。次この三角モチーフのこちらの玉編みのまず目を拾って、でこの三角モチーフの糸端は編みくるんでいきます。まず1つ、で玉編みの真ん中あたりを拾って2つ、で玉編みの一番下の方を拾って3つ、玉編みに3つ細編みを編み入れました。そしたら次三角モチーフの1段目で編んだここの柱、ここを拾って細編みを3目編んでいきます。1、2、3目。では反対側も同じように編んでいきます。この真ん中の中心の目は特に拾わず、隣の1段目の柱部分に針を入れて、で糸端はすべて編みくるんで糸処理も一気にやっていっちゃいます。まず3目、1、2、3目。1段目の柱部分に3目細編みが編めたら、次また玉編みです。玉編みを拾って3目です。1、2、3。玉編みにも細編みが3目編み入れられたら、次鎖編み4目してあるスペースです。ここに細編み4目です。2、3、4目。これで三角モチーフができました。では反対側と同じように三角モチーフと次の四角いモチーフ、そしてさらにその隣のモチーフ、ここをつなげていきたいので、まずは三角モチーフと隣のモチーフをつなげたこの細編み、ここです。ここに針を入れて引き出して細編みの途中が1回できました。そしたら次の真ん中のモチーフの鎖5目のスペース、ここに針を入れて引き出す。2回目の細編みの途中ができたら、次はこの真ん中のモチーフとその隣のモチーフをつなげるために編んだ細編み、これです。ここに針を入れて引き出して、4本針に糸がかかった状態で一気に引き抜きます。でこの減らし目にはマーカーをしておきます。ではまた次のモチーフから同じように編んでいきます。編み方は今まで通り同じになってきますので、同じようにこのまま編んでいきます。でこのマーカーをつける場所なんかは全てマーカーをしていただけると次の段が編みやすいので、マーカーをしながら編んでいきます。はい、ぐるっと編んできて編み始めのモチーフまで戻ってきました。では続きも同じように鎖3目のところには細編みを3目で、最後が長編み2目続いているところになるので、長編みの頭を拾って減らし目をしておしまいです。最初の細編みの頭に引き抜きます。これでお胸の部分が1段編めました。ではお胸の部分2段目です。鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。でこの鎖3目も1目として数えたいので、不安な方は鎖3目目にマーカーをしておきます。次の目に中長編みです。針に糸かけて今引き抜いた目の隣の目、ここです。ここに針を入れて引き出して3本一気に引き抜きます。これが中長編みです。では次の目に引き抜き編みです。隣の目に針入れてこのまま引き抜く、引き抜き編み。次の目から5目を1つの模様として編んでいきます。まずは中長編みです。針に糸かけて隣の目に針入れたら引き出して3本一気に引き抜く中長編み。そしたら2目長編みをします。2目続けて長編みです。針に糸かけて隣の目に針入れて2本一気に引き抜いて、さらに最後2本一気に引き抜く
長編み1つ編めたら隣の目、ここにも長編み、長編み2目編めたら次の目、ここでは中長編みです。引き出したら3本一気に引き抜きます。で、次の目、ここで引き抜き編みです。隣の目に引き抜き編み。中長編み、長編み、長編み、中長編み、引き抜き編み。これを1セットとして、ここから同じようにずっと編んでいきます。1段目で減らし目をしてマーカーをしてあるところの手前まで同じように編んでいきます。はい。編み始めの隣からこの中長編み、長編み2目、中長編み、引き抜き編みという5目を1セットとして、1、2、3、4つ、ポワン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 というような模様編みができました。そしたら、今ね、最後引き抜き編みで終わっていますが、その隣の目が減らし目をしたマーカーをしてある目になります。ここには引き抜き編みをします。1つ引き抜き編みをして、さらに隣の目、ここにも引き抜き編みをします。なので1セット終わって中長編み、長編み、長編み、中長編み、引き抜き編みときたら、引き抜き編みをそのまま2目。なので連続で引き抜き編みが1、2、3目、谷の部分には編んでいます。そしたら次の目、ここからまた5目1模様として中長編み、隣の目に長編み、隣の目に長編み、隣の目に中長編み、引き抜き編み、5目1模様としてまたマーカーをしてある少し手前まで同じように編んでいきます。5目1模様として1個2個3個4個5個6個ポワンポワンポワンという模様ができています。で、ちょうどですね、このマーカーをしておいた肩紐ストラップをつけるよといったところに引き抜き編みが来るかと思います。ここに引き抜き編みで、この引き抜き編みにマーカーをしておきます。そしたらまた続き中長編みからスタートして5目1模様で同じように編んでいきます。で、また谷の部分ですね、ここの谷の部分は引き抜き編み、減らし目のマーカーの目、ここには引き抜き編み、その隣の目にも引き抜き編みをした後でまた中長編み、長編み、長編み、中長編み、引き抜き編みと模様をスタートしていきます。そしたらこのままダーッとここからここまで編んで、後ろ身ごろに入ったらまたこの V ではないところですね、背中の部分一緒にやっていこうと思います。なのでその手前ぐらいまでは同じように5目1模様を編んでいきます。後ろ身ごろの方まで編み進めてきました。ではこのね、三角モチーフのところ、編み方基本的には一緒ですが、ちょっと一緒にやっていきます。今引き抜き編みまでやってきたので、また次中長編み、長編み、長編み、中長編みときたら、減らし目をしておいた目、ここが引き抜き編みになります。引き抜き編み、次の目、ここで中長編み、長編み、長編み、中長編み、引き抜き編み、繰り返していきます。中長編み、引き抜き編み、三角モチーフの部分に1、2、3、4回5目1模様を編み入れてきました。で、ちょうどここね、マーカーのところが引き抜き編みに来ればすごく気持ちが良かったのですが、ちょっとそうもいかなかったので、ここは引き抜き編みにします。減らし目をしておいた1段目で減らし目にマーカーをしておいたところ、ここを引き抜き編み2目続いちゃいます。そしたら次の目、ここからまた中長編みとスタートさせて同じように編んでいきます。5目1模様で側面になる部分になりますが、ここも同じようにぐるっと編んで前身ごろに戻っていきたいと思います。はい、編み始めのところまで戻ってきました。最後2目残っているので、ここには中長編みと長編みです。
それでは長編みを編み終わったら、このまま糸処理できる分だけ少し長めにカットです。とじ針に糸をしたら、マーカーをしておいた鎖3目の立ち上がりの隣の中長編みの頭、ここに針を刺します。チェーンつなぎです。最後の長編みの頭に戻って、向こう1本と裏側のその下の1本に針を通して、他のところと同じくらいの目の大きさになるように引っ張っていきます。これで裏側で糸処理です。それでは次に肩紐を編んでいきます。マーカーの目を目安に肩紐はつけていきます。右側の肩紐に関してはマーカーの目からスタートです。左側の肩紐に関してはマーカーの目の1目右側、ここからスタートしていきます。では右側の肩紐からつけていきます。マーカーの目、ここに針を入れて、新しく糸を後ろ側にセットして引き抜きます。そしたらこの糸端を一度右側に寄せておくと取れづらくなるので良いです。後で糸処理します。ではこのまま鎖編みです。針に糸かけてそのまま引き抜く。鎖編み57目編んでいきます。私は57目ですが、もしもう少し長い方がいい、短い方がいいなどありましたら、この鎖編みの目数を減らしたり増やしたりしていただけたらと思います。まずは57目というのは後ろ身ごろのマーカーの目、ここにまっすぐつなげる肩紐の目数になります。私は57目このまま編んでいきます。はい、鎖編み57目編めました。この時点でだいたい28センチぐらいになっています。そしたらこのまま後ろ身ごろのこちらのマーカーの目、ここに針を入れます。そしたら引き抜き編みです。針に糸かけてこのまま引き抜く。このように前身ごろと後ろ身ごろがつながりました。つながったらこのまま今編んだ鎖編みに引き抜き編みを編んでいきます。後ろ身ごろに引き抜き編みをした目がこちらになります。これなのでその隣の目、ここから編んでいきます。鎖編みの目57目目から上1本と裏山2本ループを拾って、このまま引き抜き編み、1つの目に1つずつ引き抜き編みを編んでいきます。はい、1つに1つずつ引き抜き編みしてきました。ここが最後の目になります。最後の目にも引き抜き編みをしたら、そのまま最初に編み始めた目、ここですね、ここの隣の目、ここに針を入れて、で一度この編み始めの糸端針の上に置いておきます。で引き抜き編みです。そしたらここから今回肩紐2本にしたいです。背中にバッテンになるように入れていきたいので、私は83目ここから編んでいきます。でこちらも目数は調節していただいて構いません。83目で約41センチになっています。先ほどはまっすぐ後ろ身ごろにつけていきましたが、今度は右側の前身ごろから左側の後ろ身ごろにつけていきます。マーカーをしておいた目の右隣の目、ここに引き抜いていきます。マーカーの目の隣、右隣の目、ここに引き抜きます。引き抜けたら、あとは先ほどと同じように最後の鎖編みの目から一つの目に一つずつ引き抜き編みを編んでいきます。はい、引き抜き編み編んできました。2本目の紐を編み始めた時にモチーフに編み入れた目、ここに戻ってきます。これで引き抜き編み、糸処理できる分だけ糸残してカットしたら、このまま糸引き抜いちゃいます。これでとじ針に通して同じ場所を通って編み地の裏側に糸を出したら、裏側で糸処理ですが、編み始めの糸と2回ぐらい結んでおくと安心かと思います。結べたらそれぞれ裏側で裏の編み地だけを拾って糸処理です。はい、右側の肩紐つきました。
この肩紐の長さ、鎖編みの目数調節する方、まっすぐ後ろとつながっている紐と斜めにつながっている紐の長さがモチーフの角の延長線に垂直にキュッと伸ばしていただいた時に同じ長さになるように編んでいただきたいと思います。では反対側編んでいきます。マーカーの目の右隣の目、ここからスタートして斜めの紐から編んでいきます。目数と編み方は一緒になります。こちらの斜めの紐の鎖編みの目数で編んでいきます。私は83目です。それでは鎖編み83目していきます。はい、鎖編み83目編めました。で、この右側の後ろ身ごろの紐を編み入れてあります。この内側です。左隣の目に針を入れます。で、引き抜き編み。ここからも編み方は同じなので、最後の鎖編みの目、ここから1つの目に1つずつ引き抜き編みを編んでいきます。では1つずつ編んでいきます。はい、引き抜き編み1つに1つずつ編んできたら、モチーフのマーカーをしておいた目、1目隣ですね。ここに一度引き抜き編みをして、次はまっすぐの肩紐を編んでいきます。私は鎖編み57目編んでいきます。はい、鎖編み57目編んできました。そしたらこちらはまっすぐの肩紐になるので、ここマーカーしてあるところですね。ここに引き抜きます。引き抜けたらまた鎖編みに引き抜き編みを1つずつ編んで、最後糸処理まで右側の紐と同じように行っていきます。はい、肩紐がつきました。では最後に裾の部分を編んで完成になります。裾編み始めですが、後ろ身ごろ、後ろを向けていただいて逆さまにしたら、三角モチーフが1、2、3と見えていますが、この一番右側の三角モチーフの中心の隣の1段目、ここに針を入れて、ここからスタートです。モチーフの目の拾い方ですが、若干このお胸部分とは違う編み方をしていきます。では新しく糸を出してきて、裏側に糸を用意して、まず引き出したら鎖編みを1つです。で、このままこのスペースの中に細編みを3目編んでいきます。同じスペースに針を戻して、編み始めの糸端とこのピヨピヨ出ている三角モチーフの糸端も一緒に針の上に置いて引き抜いて、2本一気に引き抜く細編みです。この細編みが最初の目になるので、不安な方はこの最初の目にマーカーしておくといいです。ではそのまま同じスペースに針入れて細編みを2つ目、同じスペースにもう1つ細編みです。細編み3目編めたら次玉編みです。ここはお胸の部分と同じ編み方になります。玉編みにも3目細編みを編んでいきます。1、2、3。そしたら次は三角部分の一番端っこですね。鎖編みのスペース。鎖編み4目編んだところです。ここには細編みを4目です。1、2、3、4、細編みが4目編めました。そしたら次、今編んできた三角モチーフと隣に四角いモチーフ、そしてさらに三角モチーフがあります。ここはお胸部分とちょっと編み方を変えて、次の四角いモチーフの鎖5目、ここのスペースに長編みを編み入れます。針に糸をかけて、次の四角いモチーフの角、鎖5目編んだスペースです。ここに長編みを1つです。これで次の三角モチーフに入っていきます。で、三角モチーフの編み方は先ほどやった通り、1段目のスペースに細編み3目、玉編みに細編み3目、鎖4目のスペースに細編みを4目という繰り返しになります。もう一度一緒にやっていきます。次のこの三角モチーフを編んでいきます。鎖編み4目のスペースに細編みをまず4目、1、2、3、
4目編めたら次玉編みです。玉編みの端っこを拾って細編みを3目です。2、3。次中心部分の隣の1段目のここに細編み3目、1、2、3。そしたら次中心部分は飛ばして隣のまた1段目のスペースで、この糸端は針の上に置いて編みくるんでいっちゃいます。そうすると糸処理が後でしなくて済むので楽です。1段目細編み3目編めたら次玉編み、玉編みの端っこを拾って1、2、3。玉編みも細編み3目編めたら最後鎖4目編んである三角モチーフの最後の段、ここには細編みを4目です。2、3、4。これで三角モチーフ編み終わりました。そしたら次の三角モチーフにつながっている四角いモチーフの角、ここの鎖5目のスペースに長編みを1つです。ではこの編み方繰り返しになりますので、このままぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。最後編み始めのモチーフの1段目、ここに細編み3目編んで終わっています。それでは最初の目に引き抜き編みです。では裾2段目です。鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。この立ち上がりの目も1目として数えたいので、鎖編み3目目にマーカーをしておきます。そしたらさらに鎖編みを1目編んで、今引き抜いた目の隣の目、この目を1つ飛ばして次の目、ここに長編みです。1目飛ばして隣の目、ここに長編み、長編み1目編めたら鎖編みを1つします。隣の目1目飛ばして次の目、ここに長編み、長編み編めたら鎖編み1つ、隣の目1目飛ばして次の目、ここに長編み、鎖編み1つ、隣の目1目飛ばして次の目、ここに長編み、長編み編めたら鎖編み1つ、この編み方を繰り返し編んでいきます。では1目飛ばして長編み1つ、鎖編み1つ、1目飛ばして長編み1つ、鎖編み1つと繰り返していきます。2段目ぐるっと1周編んできました。最後1目飛ばして次の目、ここに長編みをしたら鎖編み1つして1目飛ばして最初の鎖3目に戻ってきました。ではこの3目目、立ち上がりの鎖3目目に引き抜き編みです。2段目ができました。では3段目、鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。またこの立ち上がりの目も1目として数えたいのでマーカーをしておきます。3段目は1つの目に1つずつ長編みを編んでいきます。前の段で鎖編みを編んでいるところにはスペースに針を入れて長編み、前の段で長編み編んでいるところには長編みの目を拾って長編み、これを繰り返していきます。前の段の鎖編みのスペースに1目長編み、隣の長編みの頭に1つ長編み、前の段の鎖1目のスペースに長編み1つ、前の段の長編みの頭に長編み1つ。ではこのように1つの目に1つずつ長編みをぐるっと1周編んでいきます。すべての目に長編み編んできました。最後前の段の鎖編みのスペース、ここに長編みを編んで最初の目に戻ってきたので鎖編みの立ち上がり鎖3目目に引き抜きます。3段目できました。では4段目、4段目は2段目と同じように編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がって2段目と同じ編み方です。鎖編み1目編んで
隣の長編みの頭、ここは飛ばして次の目、ここに長編みを1つ、長編み1目編めたら鎖編み1つ、隣の目1目飛ばして次の目、ここに長編みを1つ、長編み編めたら鎖編み1つ、隣の目飛ばして次の目、ここに長編み1つ、鎖編み1つ、次の目1目飛ばす。この編み方でまたぐるっと1周編んでいきます。そしたら最後長編み1つ編んで鎖編み1つ編めたら1目飛ばして最初の立ち上がりの目に戻ってきたので、マーカーをしておいた鎖編み3目目に引き抜き編みです。4段目まで編めました。では次5段目、鎖編み1目で立ち上がって今引き抜いた前の段の鎖編み3目目に針を戻します。細編みを1目編みます。細編み1目編めたら鎖編みを5目です。1、2、3、4、5。5目編めたらこの段は長編みの頭に細編みを編みますが、1つ長編みを飛ばしてその次の長編みです。鎖編みを含めると1、2、3、3目飛ばして4目目、ここに細編みを編みます。これを繰り返していきます。細編みが編めたら鎖編み5目、1、2、3、4、5目、前の段の鎖編みも合わせて数えると1、2、3目飛ばして4目目の長編みの頭、ここに細編みを1つです。細編み編めたら1、2、3、4、5、鎖編み5目、1、2、3目飛ばして4目目の長編みの頭、ここに細編み1つ。この編み方でまたぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと繰り返し編んできました。最後の細編みの後だけ編み方を変えていきます。細編みの後、鎖編みを2目編みます。1、2、鎖編み2目編んだらこのマーカーをしておいた最初に編んだ細編みの目に長編みを編み入れます。細編みの目に長編みを1つ。5段目ができました。では次6段目。6段目は5段目と同じ編み方で、この鎖編み5目の中に細編みを1つ編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、今鎖2目と長編みでできたこのスペース、ここに針を入れて細編みを1目、細編み1つ編んだら鎖編みを5目、1、2、3、4、5。そしたら次隣の鎖5目のスペースに針を入れて細編みを1つ、細編み編めたら鎖編み5目、2、3、4、5。鎖編み5目編めたら隣の鎖5目のスペースに針を入れて細編みを1つ、細編み編めたら鎖編み5目、2、3、4、5。鎖編み5目編めたら隣の鎖編み5目のスペースに針を入れて細編みを1つ。この編み方でぐるっと編んでいきます。はい、6段目編んできました。では最後の細編みの後は5段目と同じ編み方をしていきます。鎖編みを2目、1、2目編んで最初のマーカーをしておいた細編みの頭に長編みを1つ編みます。6段目まで編めました。では7段目も6段目と同じ編み方で編んでいきます。編み方は同じになるのでこのまま7段目最後まで編んでいっちゃいます。7段目まで編めました。では8段目最後の段になります。鎖編み3目で立ち上がって1、2、3。鎖2目と長編みでできたこのスペースに長編みを2目編みます。1、2、8段目でも前の段の鎖5目のスペースに編み入れていきます。次の鎖5目のスペースには細編みです。細編み1つ。その隣の鎖5目のスペースには長編みを7目編みます。1、2、
3、4、5、6、7。そしたら隣の鎖5目のスペースには細編みを1つです。これを繰り返していきます。長編みを斜め、細編み1つというのを繰り返し編んでいきます。次のスペースには長編み斜め1、2、3、4、5、6、7。隣のスペース、鎖5目のスペースに細編みを1つ。ではこの編み方を繰り返し編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。ではこの最初の立ち上がり編み入れているスペース、ここにさらに長編みを4目編んでいきます。1、2、3、4。長編み4目編めたら糸処理できる分だけ糸残してカットです。とじ針に通したらマーカーをしておいた鎖3目めの隣の長編みの目、ここに針を入れます。そしたら最後の長編みの頭の向こう1本と後ろの横1本を拾ってチェーンつなぎです。他のところと同じくらいのサイズになるように引っ張っていきます。これでチェーンつなぎができました。ではこのまま裏側で糸処理して完成です。お疲れ様でした。とっても可愛らしいお花の透かし編み模様のビスチェが完成しました。概要欄に記載している丈については肩紐をまっすぐした状態でこのてっぺんから裾までの丈を記載しています。身幅はこの幅です。今回コットンニート S を使用して使用玉数はこちらの短めタイプが4玉、こちらの長めタイプが6玉になります。長め丈はね、少しモチーフを編む数が多いので大変かとは思いますが、とっても可愛い透かし編みビスチェができて大満足です。今回もリクエストいただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。